人類の常識では考えられない超人たち。今回紹介するのは46年間妊娠し続けた女、そして26年間ナイフが刺さっていた男。一体何がきっかけでそのような症状が現れ、どのような生活を送っているのでしょうか。2006年、一本のドキュメンタリー番組がきっかけで世界中を震撼させる妊婦の存在が明らかになったんです。彼女の名前はザーラ・アブタリブ。ザーラはモロッコのカサブランカ郊外にある小さな村に住む75歳の女性なんです。3人の娘と孫を持ち、穏やかな生活を送っていました。ところがある日、突如として激しい痛みに襲われるんです。すぐに病院に連れて行かれるも、その症状は原因不明。数人の医師がザーラを診察したんですが、誰一人として解明できなかったんです。そこで数軒の病院を回ってみたところ、ようやく原因が発覚。それは非常に衝撃的なものだったんです。その痛みの原因はなんと妊娠だったんです。当時のザーラは75歳、妊娠など一切心当たりがなかったんです。では一体いつ妊娠した子供なのか。医師の診断結果は信じられないものだったんです。なんと子供を妊娠したのは46年前。突如原因不明の激しい痛みに襲われた75歳のザーラ・アブタリブ。一体彼女はなぜ46年間も妊娠し続けることになったのか。その裏には誰もが想像もし得なかったある衝撃の真実があったんです。地球人みんな幸せになれ、ケンちゃんです。どうも、やみやみこです。どうしたのあんたいきなり宗教じみたこと言い出して。教祖の方ですか？教祖だと思われるぐらい自分貫く。ペコパっぽいけど、あんた全然ペコパじゃないのよ。あんたペコパだと思ってやってるみたいだけどまずは型から入れ。だから型が入ってないのよ。でもいい。世界中が震撼した46年間も妊娠していたこのザーラさん。なんでね、このザーラさんがね、46年間も妊娠することになったんでしょうか。妊娠の始まり。1955年、ザーラは至って普通の妊婦と同じように出産の準備をしていたんです。そしていよいよ予定日が近づいたある日、陣痛が始まるんです。通常陣痛から出産までにかかる平均時間は初産婦では10時間から12時間。ところがザーラさんは48時間経っても赤ちゃんが生まれずに病院へ担ぎ込まれることになったんです。そして彼女は病院である衝撃の光景を目にするんです。それは手術台の上で激痛にもだえた若い女性が苦しみながら命を落とす姿だったんです。いや、命を落とすって結構すごい場面に遭遇したわね。いや、世界なめんなもん。なんで私怒られなきゃいけないのよ。世界は。そしてこの光景を見たショックでザーラは驚きの行動に出るんです。彼女はパニックに陥り、自分も目の前で亡くなった女性と同じように苦しみながら死んでいくのだと思い込んでしまった結果、失踪してしまったんです。恐怖に駆られ病院を逃げ出してしまうんです。ですがもちろん彼女の体内には子供がいたまま、すでに陣痛が始まっていたので出産が迫り耐え難い痛みがずっと続いていたんです。ところがなんと子供が生まれることもなく数日が経過していたんです。そして彼女を苦しめていた痛みは突如として消えてしまったんです。痛み消えたって逆になんか不気味で怖くない？なんか普通ね、そんな怖い思いしたら病院行くんですけどね、このゼロさんね、ゼロさんは病院で見たね恐怖のね光景のせいで病院行くのやめちゃったんですよ。信念通したんです。何の信念？突然痛みが引いたザーラ。ここで彼女は信じがたい行動をとるんです。なんとその妊娠したお腹を放置したんです。病院が怖い彼女は自分が宿した子供をいつかきっと生まれてくると何もせず放置して待つことにしたんです。しかしいくら待っても再び陣痛が起こることはなかったんです。だろうな。そしてこの前代未聞の事態は進展することなく、なんと45年もの月日が経過したんです。しかし45年が経過し、ザーラが75歳の時、冒頭でお伝えした通りこの一件が急な展開を見せることになったんです。45年は長いよね。なんかワンピースのエースが腹の中いたのも20ヶ月よ。わかんない。そのわかんない。あれわかんないですか？あとワンピース見てないの？それあれそのゴールド・ロジャーの子供を海軍が探して、お母さんはその海軍に見つかり知ってるわね。このね46年間も妊娠するっていうね、にわかには信じがたい話なんですけど、その間ね胎児どうなってたんでしょうか。生きてんじゃん。胎児の真実。
ザーラは生まれてこない赤ん坊を忘れようとするため3人の子供を養子にしたんです。そしてその子供たちは自身の子供を産み、ザーラはおばあちゃんになっていました。事件から約45年が経過、75歳になり幸せな生活を送っていたザーラだったんですが、突如体が激しい痛みを感じ、それを心配した娘たちは病院へ連れて行きました。そこでの診察結果は原因不明。その後数人の医師がザーラを診察したんですが、誰一人としてその原因を解明することができなかったんです。しかしそれから何人もの医師の元を訪ねる中で、唯一ザーラさんの異変に気づいた医師がいたんです。その人物はタイビワザニ医師。読みづらいけど俺が読めなかっただけです。すいません。タイビ医師はザーラの腹部の膨らみに異変を感じるんです。そこで彼は卵巣の腫瘍の疑いを指摘し X 線の検査をすることに。しかしその結果判明した症状は予測とは大きく異なっていたんです。なんとザーラの腹部にある謎の塊の存在が明らかになったんです。これが46年前に痛み感じた時の胎児ってこと？そうなんですよね。怖っ。いや怖いんですけど、一番大事なのはこの胎児の状態が一体どうなっていたかという点なんですよね。そもそものところなんですが、なぜタイビー氏以外はザーラさんの痛みの症状を明らかにすることができなかったのでしょうか。もちろん彼女の75歳という年齢上、妊娠を可能性として視野に入れることはまずないんです。その点で原因が特定しにくかったということはあると思います。ですが聴診器やレントゲンなどで検査する段階で妊娠が問題であれば、すぐ明らかになりますよね。確かになんか赤ちゃんが動き回る音とかありそうやね普通に。あれ元気であれ。つまり原因の発覚を困難にしたのはザーラさんの体の中にいる胎児が正常ではなかったからなんです。では一体どんな状態になっていたというのか。なんとこの胎児石灰化していたんです。石灰化って何？どうなってたの？硬くなっちゃうんですよ。体が石灰みたいになるのを石灰化って言うんですけど、そんまんま。ザーラの体は死んでしまった胎児から感染症などを発症しないように胎児の体を硬い石灰物質で何層にも覆っていたんです。その結果胎児は石灰化していたんです。さらに驚く点はこの胎児、母親の子宮ではない場所で成長して大きくなっていたんです。子宮じゃないとこってどこ逆に？この症状の正体は異所性と呼ばれるもので、通常の妊娠は受精卵が子宮で着床するんですが、約 1% の確率で子宮外に着床してしまうことがあるんです。これが異所性と呼ばれる症状なんです。これによる着床場所としてよくあるのが卵管、卵巣、腹腔内なんです。ザーラの胎児は腹部で育ち、なんとその結果内臓と結合するまで巨大化したんです。この異所性の場合、ほとんどの胎児は3ヶ月ほどしか生存できません。その間初めは無症状のことが多いんですが、6から16週すると胎児が破裂し母体に深刻なダメージを与えることもあるという危険な病気なんです。この破裂によって母体は出血を起こします。それは徐々に起こり軽症で済む場合もあるんですが、身体機能に支障をきたすほどの大量で急激な出血を起こすこともあるんです。特に腹部で妊娠した場合は破裂の時期が後になればなるほど出血が急激となる傾向があるんです。そのため大量出血によって命を落としてしまうこともあるんです。つまり他に類を見ないほどの長期間の妊娠をしたザーラは非常に危険だったんです。ところが奇跡的に46年もの間母体にとどまり破裂することがなかったため、ザーラに命の危険は及ばなかったんです。この原因は今なお解明できていないというので、人体には神秘を感じますよね。そしてザーラは46年ぶりに我が子を取り出す手術を受けることを決断。医師は慎重に手術を行い、無事に胎児の摘出に成功したんです。よかったね、無事バブーしてね。バブバブーバブ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 続いて紹介するね仰天人間は、なんとナイフが頭に刺さっていた男なんですけど、その年数なんと26年間も刺さってた。すごい。もうリアルフランケンシュタインじゃないですか。そうなんですね。僕の浪人期間と同じです。あんた今何歳よそれなら、あんたの浪人話めちゃくちゃ出てくるわね。そうなんです。みんな浪人しよう。おすすめしません？刺さり続けたナイフ。
遡ること26年前の1994年、日本の隣の大国中国で暮らす50歳の男性がある悲劇に見舞われるんです。彼の名前はドゥルジェ。いつも通り農作業をしていたところ、突然強盗に襲われ、刃渡り約10センチの果物ナイフで頭部を刺され意識を失ったんです。事件直後、なんとか一命を取り留め、地元の病院で傷口の手当てを受けたんです。その後、刺された箇所の検査を行ったんですが、特段問題もなく元の生活に戻ることになるんです。いや、刺されて無事ってすごい奇跡的じゃないこれ。いや本当にすごいよね。もう何が起こっても立ち向かう人間の奇跡。しかし事件発生から18年後となる2012年、ドゥルジェは突如激しい頭痛に襲われます。病院に行き精密な検査をした結果、体内で衝撃的なものが見つかったんです。それがナイフ。なんとおよそ10センチの刃が頭蓋骨に刺さったままだったんです。頭蓋骨にナイフあって気づくでしょ普通。顔うざ。そう思うじゃないですか、まあね、その時のね医師がね、ナイフに気づかないまま縫合しちゃったっていう話なんですよね。埋め込んじゃったわけね。そうなんですよ。もう医師免許剥奪レベルですよ。頭蓋骨にナイフが刺さっていることが判明したドゥルジェだったんですが、ここで医師は意外すぎる対応を取ります。この時のドゥルジェの体はかなりひどい状態にあったといいます。右目の視力低下や慢性的な頭痛が起こっており、さらに笑ったりあくびをしたり咳をしたりするだけで激痛が襲うほどの症状が現れていたんです。ところがこのような症状のドゥルジェを医師は放置したんです。なんとこの頭蓋骨に刺さったナイフを手術で取り除くことはなかったんです。また放置って前の人も今回の人もそんなんばっかり今回。まあなんか実際ね、これ取り除くのがめっちゃ難しかったんですよね。診断した医師はナイフを摘出すると命の危険があると判断。そのためナイフをそのまま放置せざるを得なかったんです。その結果ドゥルジェに行われた処方は痛め止めのみ。いやすげえな。そしてそのまま解決策は一向に見出されず、なんと8年もの月日が経過。しかしね、なんとね、突然今年になってこのドゥルジエさんに転機が訪れるんです。今年山東省にある第一医科大学第一附属医院という大病院の医師が医療施設の視察を行ったんです。それは地域医療発展のために行われていたんですが、その中にドゥルジェが住む地区も含まれていたんです。そして視察に訪れた医師はドゥルジェの症状を知り、彼に治療の提案をしたんです。いやまたどうせ痛み止めかなんかの仕事取り除けないんじゃない。甘いし諦めるな。人間諦めたらそこで試合終了だって丸顔のカーネル・サンダース2のおじさんが体育館のコートで言ってたよ。安西先生ぐらい覚えてなさあんた。その医師は自身の病院で CT スキャンやレントゲンでドゥルジェを検査。その結果ナイフの刃が頭蓋底部にあり、眼下に沿うように埋没して視神経を圧迫していることが分かったんです。そこで病院は専門チームを設立。眼科医、神経外科医などこの症状に関係する専門家で入念な話し合いを行います。そして一つの結論が導き出されました。ナイフを取り除くことは非常に難しいが、苦痛を取り除くための唯一の方法である。危険ながら手術して取り除く以外症状を改善する方法がないと判断したんです。でもさっきの治療不可能って言ってたじゃない。違うの。そうやってさ、なんでヤジなんか応援しようよ。人間は応援する。なんであんたに疑問投げかけてるだけなのにそんな怒られなきゃいけないのよ。なんで言っただけで逆ギレされないといけないのよ。バブ。ところが以前の診断結果は8年前のもの。長い月日の中で医療技術は格段に発達していたんです。さらに今回検査を受けたのは都心の大病院。以前ドゥルジェが言った地方の病院よりも医療水準が高かったため、必ずしも治療不可能な症状ではなかったんです。こうしてドゥルジェの手術が決定。そして2020年4月2回の手術を受け、ついにドゥルジェの頭部から刃渡り約10センチ、幅約3センチの錆びたナイフが摘出されたんです。この手術の結果、右目の視力が回復。さらに頭痛もなくなり、今では歩けるほどに回復したというんです。ドゥルジェはこの手術によって2度目の人生を与えられました。20年以上も苦しめられてきた悪夢から解放され、本当に嬉しく思っていますと話しているんです。本日紹介した2人は長年体に違和感はあったものの、通常通りの生活ができていたんです。しかしある日を境に突然誰もが想像し得ない症状が現れたんです。このような症状はいついかなる時に現れるか誰にも分かりません。もしかしたら次に世界に衝撃を与える患者はあなたかもしれません。